ワールドインポートさんの超コンパクトラチェット。ちょっと屋号が長いので WIT 故障で統一をさせていただきます。ちなみに皆さん何て呼んでますか？ヘッドが小さな渋1のラチェットです。ここまで小さいのはなかなか珍しい。手持ちの一般的なラチェットと比較をしていますが、これだけ大きさが違います。レバー側から見るとまるで親子みたい。最近流行りのこれ、フレックスなビットタイプのマイクロラチェットよりも幅は小さいですね。ここまでヘッドが小さいと優位性は大きいです。例えばこれ、私のオートバイのチェンジペダルのボルトですが、工具入れるスペースが狭く、使える道具がかなり制限されます。なんて言うんすかね。3次元に入り組んでいる感じで、道具が入ったとしても振り角も取りづらく、レンチ系も使いにくいという、なかなか悩めるネジなんです。そこにこのスモールヘッドはすんなりと入ってくれます。外観見ていきます。全長は 130mm、重量が 69g。ヘッドの幅は実測で 15.4mm。メーカーにもよりますが、11mm のソケット外径と同じくらいの幅となります。スピンナーハンドルと比べてみてもこの幅です。対して厚みは少し出まして14から 15mm くらい。とはいえ厚いということはないです。十分にコンパクトなヘッドだと思っています。ギア数は72枚。空転はそこそこに軽く、不満はないですね。ただ、それと引き換えなのか、フィールはあまり良くありません。ギアの1ノッチというのか、その角度のばらつきが大きいような節度がない雰囲気。かっちりとした感じはありません。中を開けてみますと、部品はこんな感じ。パウルは結構大きくてしっかり数えてはいませんが、5枚くらいは噛んでる感じ。40ニュートンくらいまで試しにかけてみましたが、ギアが飛んだりエラーが起こったりということはありません。トルク耐性については不明ですが、延長したり足で踏んだりしなければ問題はなさそうです。このサイズで正しく使ってかけることのできるトルクまでは十分に耐えてくれるでしょう。ちなみに、中の部品はとても細かく、組み付けも少し面倒です。細かすぎてうまく動画を撮れていませんが、小さなスプリングをレバーの穴に入れて、それを押さえる部品。この字型の板、これもまた小さい部品ですが、これをさらにレバーに挿入。その上にスプリングを押さえながらパウルを乗せて、押し込みながらメインギアを組んでいきます。難しくはないですが、やりたい作業ではないっすね。本体、このお値段ですから、おそらく保養部品も出ないでしょう。気軽にバラすというのはおすすめいたしません。切り替えのレバーは一般的な向き。ネジを回したい側にレバーを入れるタイプで、後見さんの逆というと伝わりやすいかもしれません。とても小さなレバーですから切り替えやすいとは感じませんが、硬さはないのでやりにくさはありません。引っかかるようなこともないっすね。レバーの上には滑り止めの切ってあるリングがついていまして、指で送るのに便利。ヘッドが小さいのでソケットつまんでの指送りも簡単ではありますが、こういった配慮がされるというのはありがたいことに思っています。そのリングの真ん中にはプッシュリリースのボタンがつきます。手がぬるっていても確実にソケット外すことができますので、個人的にはプッシュリリース好きです。ボタンの押し込みが若干硬く感じますが、許容できる範囲でしょう。ソケットをつけるときもボタンを押さないと入らないタイプです。数社ソケットとの組み合わせを試したところ、後見ジールのソケットはポロリしちゃうことありますね。新品の時はもう少ししっかりロックされたようにも思うのですが、今は引っ張ると抜けてしまいます。傷んだボルト相手に使っているとたまに持ってかれてしまうことも。ご留意をいただきたいポイントとなっております。グリップは青い硬い樹脂と黒い柔らかいゴムからなるハイブリッド。すごく良いってこともないですが、握りやすいですね。多少無理をしても手のひらに痛みは感じません。お尻部分にはコードが通せる穴がつきます。そこそこ深い穴ですから、キーリングなんかは通しにくそう。ストラップ、コード用といった感じです。
とにかく狭いところで活躍する道具です。絶妙なハイトがいいっすね。ギアラチェットが使えない箇所で生きてくる感じ。バイクを触ってますと特にエンジンのカバー類で多く感じますが、ギアラチェット幅の問題で使えないことは多いです。そこでソケットと WIT ラチェットが活躍をしてくれます。ギアラチェットにアダプターをつけてソケットを使うにしても、シブ1のアダプターはだいたい 10mm のサイズで、10mm のギアラチェットは外径で 20mm ほどが多いですから、WIT のラチェットが有利。手持ちではビームツールズのビットラチェットが最も外径は小さくなりますが、これもソケットを使うときはアダプター入れる手間がありますので、だるっちゃだるなんですよね。ソケットの交換時に抜けてしまったりするので、ぐぬぬってなることが多いです。WIT のラチェットはその点手軽さがあります。グリップつくのでトルクもかけやすい。車載や EDC にも良さそうに思います。無理やり欠点を上げるとすると、このラチェットなくしやすいです。なくすというか見つかりにくいんです。色が地味なのか、他の道具と見間違うのか、とにかく道具箱から見つかりませんし、マットの上に並べていても見失います。ヘッドが小さいためにラチェットとして認識できないのか、あれどこ行ったと探していることが多いです。私だけでなく友人も同じ感想を述べていました。探しているトレイの中にあるのに見つからない。もう少し目立った色使いになると見つけやすいかもしれません。見つけやすくするためストラップをつけようか考えています。ワールドインポートさんのシブ1コンパクトラチェット。メインにガシガシと使える道具という印象はございませんが、持ってて何かと助けられている道具です。ラチェットのヘッドがあと少し小さければと思った経験のある方、ピンときましたら手に取られてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。